臨中です。2日目に突入したサビ取り、手強かったですね。でも、サビ取りスタートどうするかって、そう、ジンクスプレイ。この作業手順と概要の方流していくよ。はい、臨中です。フュージョンレストアプロジェクト第10話目ということで、前回の動画に引き続きフレームサビ取りを行っていて2日目となりました。サビ取り1日目の動画気になる方は動画リンク貼っておきますので視聴してください。前回の動画はブラスト処理を行うにあたって気になる点を挙げていました。今回の動画ではサビ止めをどう処理するかについて話していきたいと思います。まずはじめにモノタロウで購入したジンクスプレーなのですが、1本1000円弱でした。それで、このサビ止めに使うジンクスプレーとは何ぞやと説明していきます。ジンクとは粉状の亜鉛のことで、そのジンクとエポキシ樹脂を混ぜたスプレーです。その亜鉛末があると何がいいのって話なんですけども、亜鉛による電気化学的防食効果と鼓膜による防食効果の作用で亜鉛メッキと同等の効果が期待できるという優れものなんです。昔、設備関係の土建屋で施工管理してた時に、配管屋さんが亜鉛メッキ配管を溶接していて、竹塗りタイプのジンクリッチプライマーで溶接箇所の錆止めをしていたんですけども、全然勉強してなかった若い自分は、錆止めねってよう錆びないなって眺めてただけだったんですけども、錆止めの材料を検討するにあたって昔の記憶を頼りに検討してみました。今回のブラスト作業も溶接の場所や機械の入らなそうなところだけ重点的にブラスト処理を行ってます。ブラスト作業も終わったんで、メディアがくっついていたりするところをワイヤーブラシでこすり落としてエアーで飛ばしてます。この日は暑かったんですけど、比較的風が強くてそんなには苦しくなかったですね。でもやっぱりマスクとか保護メガネとか使ってるんで、だいぶ汗は出てきましたけど、もう気が早いのですけども、フレームの塗装するにあたって何色にしようか今迷ってるところなんですけども、物自体はもともとグレーだったのかななんですけども、やっぱり黒の方が締まってるのかなと思って今いろいろ考えてます。ただパネルに隠れて分かんなくなっちゃうんで、どっちでもいいかなってのもあります。ここからはコメリで買ってきたサビ取りサンダーのソフトをグラインダーに取り付けて、大まかなところは機械でサビや古い塗装を取っていきます。やはりグラインダーで削っていく方が全然早いですね。コンプレッサーの容量小さいブラスト作業はエア圧がすぐに下がってしまっちゃうんで、エアが溜まるまで時間ばかりかかってしまうので、いいコンプレッサーがない場合は狭い場所や凸凹の場所など限定的に使っていく方が効率はいいと思います。それで普通の砥石ではなくてソフトの方を選んだんですけども、これはあまりフレーム削りすぎなくていいかもしれません。でもちょっと固めのカップ目みたいなので
すぐに削れてなくなっちゃいます。あとはグラインダー結構振動が来るんで、作業手袋もちょっと厚手の方がいいかもしれないです。長い時間グラインダー使ってると結構手がしびれてくるような感覚になって、なんかジーンとするんで、やっぱり保護手袋も必要ですね。フレームは結構硬めの素材でできてるみたいなので、思ったよりかは錆の侵食がなくて良かったです。肉厚が結構残ってるんで、溶接作業とかで補修しなくていいかなと思ってます。編集作業してる時思ったんですけど、この日よけのヒラヒラした布みたいなもの、これやっぱりグラインダー使ってるそばに来てるんで危なっかしいですよね。まあ後でちょっと重しつけて来ないようにはしたんですけども、やっぱり自分で見ててちょっとおっかないです。そろそろグラインダーで大まかな錆取り作業終わりにしたいと思います。錆だらけだったフレームが、なんということでしょう。匠の手によりこんなにも美しく輝いているではありませんか。と、まあビフォーアフターネタはさておき、肝心の錆止めにジンクスプレーを吹き付けていきます。動画には収めてなかったんですけど、シリコンオフで脱脂やってから施工してます。自分の場合は施工しやすいように下側から塗装していきます。これはもし上側に垂れても修正しやすいように配慮しています。あくまでもリンチューのやり方なので違うよって怒らないでください。塗装作業自体の回数もあんまりこなしてないため、拭き方も合ってるかどうかは分かりません。ただこのジンクスプレーの場合は厚めに塗装しても垂れてこなかったですね。同じような拭き方で塗料を吹き付けてしまったらすごく垂れてきそうな予感しかしないです。地金が出てきたところにこのグレーのジンクスプレー塗ってると、なんかちゃんと塗れてるかどうか判断つきにくいような感じの色合いですね。ジンクスプレーはすぐに乾くので10分ぐらい乾燥させれば触れる程度にはなれます。乾いたら上下をひっくり返して上面を塗装します。こういうステムの後ろの狭いところは塗りづらいんでちょっと厚めに塗ってます。で、フレームの広いところは薄めに塗ってもう一回重ね塗りしていっています。そういえばフレームの番号のところなんですけども、ここのところはマスキングテープ最初に貼ってありますんで、その上から塗ってます。なのでマスキングテープ剥がしたらそこだけ塗れてないような状況になってますね。
このジンクスプレー結構独特な匂いがしますね。一応亜鉛の粉末使ってるので、防塵マスクは最低限使用した方がいいと思います。また上面塗るとき動画撮り忘れてしまったので、このまま飛ばしたいと思います。これで錆止めまでは完成しました。他のパーツと一緒にフォント装したいと思っているので、しばらくはこの状態で保管していこうと思います。いつ頃になるかはわからないですが、それまでは錆びてなければいいんですけどね。次回の動画ではフロントフォークとセンタースタンドの錆び取りと錆び止めを行っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。